2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー41。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。今回も前回に続いて N ワゴンにはないカーテシ LED 取り付けについての動画です。前回の動画遅延の理由は操作回路の不備とだけお伝えしています。詳しい方はすでにお分かりと思います。自分では正しいと思っているので作業が進むまで気づけませんでした。回路構成は要なので本末転倒にならないよう時間をかけさせてもらいました。一通り確認が取れたのでなんとかスタートラインに戻れそうです。あとは作業を進めていくだけです。動画が長くなりますが回路変更の話から始めます。引き続き試行錯誤の顛末をどうぞ最後までご視聴ください。操作回路の再考。これから操作回路を再考します。このドア信号は BCM からの残照回路なので電圧が変化してリレーがチャタリングします。もらっているのがマイナス信号だけでも状況は変わりません。これが最高の理由で自分で正しいと思っている時はなかなか気づけないものですね。どうしてもこのドア信号と自動点滅回路を&条件にしたい私にとってこの回路の成立は必須条件です。改良版はリレーありとなしの2通りです。使用容量によってどちらかを選択すれば良いと思います。基本的にこのドア開閉回路は変更がないのでこちらはこのまま進めます。そこで回路をこのようにしてみました。これはオリジナル回路に FET とコンデンサーを付加しただけです。 FET 回路は BCM の保護でコンデンサーはチャタリング防止目的です。コンデンサーは手持ちを使いましたが1000マイクロファラッドくらいで大丈夫と思います。コンデンサーが入っているのでリレー開放時少し遅延が発生します。自動点滅モジュールの方は連動リレーで電源が分離されているのでコンデンサーは不要です。これで BCM には負担がかからないはずです。次にリレーなしの回路です。この FET は小さいながら容量が 5A あるのでリレーを介さなくともこのような回路で実現できます。ゲート電流はほとんど流れないので BCM には影響を与えませんが自動点滅モジュール側にコンデンサーが必要です。そして FET がリレーの代わりになるので整流ダイオードの容量を増やす必要があります。この図は実際に部品を配置して配線の流れと接続形態を考えるために作ったものです。左はリレーをなくした FET リレーです。出力を 5A 相当にするため整流ダイオードは AMON の15566A を使っています。15566は新線が見えるギリギリで熱収縮チューブを切断して長さを 63mm としています。基板の長さはこれで決まってしまいます。どちらのタイプもコンデンサーはなくせません。このような形で基板を作っていきます。 BCM ボディコントロールモジュール。 Wikipedia の説明ページです。ほとんどの車がここに記載されている負荷のコントロールを委ねています。
したがってこれを破損させるとルームランプだけでなくアクセサリー系が全てダウンします。来ている電源は常時電源 B プラスですから ACC とは違います。マイナスコントロールですのでドアを開けたりでショートして破損させる可能性があります。ヒューズが切れただけで済む場合もありますが交換費用は安くはありません。改造する場合は仕組みをよく理解して自己責任でお願いします。基板の作成。部品配置図と使用材料です。2パターンを作ります。本来 A 門の1558と1850の組み合わせで対処したかったのですが現在どちらも生産終了でした。ならばもう作ってしまった方が早いので行動を開始します。基板は穴開きボードを図面の大きさでカットしています。カッターで簡単に切れます。これは MOSFET2ESJ681 で入手しやすいのでチョイスしています。大きさは 6.5×5.5×2.3mm で 60V5A です。ポピュラーな 2ESJ438 と比べると大きさが大丈夫かと思うくらい小さいです。 2ESJ438 は生産終了なのでこちらを選びました。この681もそう長くないと聞いています。代替品としては 2SK4017 や 2SJ527LE が使えそうです。リレーなしの方は帯電流を多くするため整流ダイオードを前述のものにしています。そして FET は熱が性能と寿命に関わるのでヒートシンクをこのように作りました。手持ちのヒートシンクに 3mm のタップを加工して 0.5mm の板で段差を埋めて閉じています。ネジを緩めてみましょう。段差を埋める 0.5mm の板です。先端をネジの分少し削って合わせるとネジが通るようにしています。こんな感じに挟みます。このままでは高くて収めにくいのでこの辺りで90度曲げます。FET は図面のこの辺りに収まります。こんな感じになります。これで高さを低くできましたし放熱効果も見込めるようになりました。リレー付きの方は負荷がリレーだけなので手持ちのヒートシンクだけで良いと思います。あとはリレーとコンデンサーで今回は前述のようにこれを使います。1A の整流ダイオードです。それと2種類の抵抗です。材料はこれだけです。基板の完成と説明。基板を再製作しました。FET が 5A なのでリレーなしのタイプを使いますがありのタイプも作ってみました。これがリレーなしの FET だけの回路です。ヒートシンクは試行錯誤の末このようになりました。ちょっとごつくなりましたがしっかり固定されました。整流ダイオードと裏の配線をグルーガンで固定しています。ヒートシンクは
図面通りの位置で収まっています。縮尺が3倍なので分かりづらいかもしれません。こちらがリレーありの回路基板です。 FET の位置は同じです。こちらは 6A の整流ダイオードがない分コンパクトに見えます。ダイオードは4つ使っています。いつものヒートシンクです。自動点滅モジュールです。ダイオードはコイルグランド管とコイルに入れています。負荷容量の大小によってリレーの有無を選択します。こちらのリレーなしの基板だけ適切な容量で負荷試験をしておきます。負荷試験。事前に 1A くらいの負荷を準備して負荷試験をしておきます。これは手持ちの 20Ω5W のセメント抵抗です。ダブルでつなげるようにしておきます。この状態でトリガーを設置して電流を流します。トリガーと試験電圧です。5W では容量が半分ですが短時間なのでまあ良いでしょう。トリガーにクリップをつけておきます。設置はこちらにもつながっているのでここにつなぎます。 20Ω だと 0.7A くらいですがどうでしょう。 0.65A です。負荷を倍にします。1.19A になりました。これでしばらく様子を見ます。ヒートシンクの温度変化は感じません。他の部分も温度変化は感じません。サーモメーターで見てみます。24度です。体感温度に変化はありません。裏側も問題ないようです。ここまで実証すれば大丈夫でしょう。電流はほとんど変化ありません。温度は少し上昇が見られますが問題ないでしょう。負荷の抵抗はこのような温度になっています。抵抗は相当熱くなります。ワット数が小さいと燃えてしまいます。回路設計には知識と注意が必要です。最後にもう一度。これでこの FET の性能が確認できましたので試験を終了します。基板の試験。赤黒の平行コードが B プラスとグランドで赤の単線が出力、そして連動のマイナスコントロール線です。連動コントロール線にクリップをつけておきます。
出力を除いた電源をつないで試験を開始します。作成した FET リレーを自動点滅モジュールとともに接続します。接続線は多くないですが、分かりにくいので全てに表示を入れています。先ほど取り付けたクリップにターゲット線を接続します。これで準備完了したのでドアを開けます。ドア開と同時に点滅機モジュールの電源ランプが点灯しました。指で CDS を塞いでリレーの動作をチェックしています。リレーの遅延が確認できます。シャタリング現象。ちなみにこのコンデンサー接続線を外してみます。この状態でドアを閉めます。消灯まで30秒かかるので2倍速にします。と、まあこんな感じになります。これで回路の動作が確認できたので試験を終了します。基板の取り付け。ルームランプの内部は鉄板に囲まれていますが、両サイドの壁はありません。上はルーフの鉄板そのもので、前後に鉄板の壁があります。内部はルーフの輻射熱で相当熱くなります。基板を両面テープで貼り付けますが、熱に強いものを使わないと外れてしまうでしょう。基板を貼り付けます。自動点滅モジュールを調節があるので先に取り付けます。 CDS コネクターも窓を作っておきました。今回はいろいろある手持ちの中からブチルゴム系の両面テープを使ってみます。剥離紙を取って基板を貼り付けます。グランドが短いので先につなぎます。基板はなるべく下側で CDS の調節ができる位置に貼り付けます。FET リレーは調節がないのですぐ左側に貼り付けます。ギボシをチェックしながらつないでいきます。カーテシアウトです。 B プラスです。ルームランプ内部を精選します。終わりました。続いて CDS を通線します。フロントガラス側に出ている予備線を引っ張ります。ルームランプとフロントガラスの間は空間があります。電線を引っ張って先端位置を調整します。先端を配線留め金具で固定します。光が当たればこんな感じで良いでしょう。最後にトリガー線をつなぎます。電線を定位置に置いたらペンチでかしめます。テープを巻いて終了です。終わりました。ルームランプを戻します。コネクターをつけます。この回路はマイナスをもらっているだけなので問題ないはずです。ネジを2本戻します。
カバーを閉じて終了です。CDS を塞いで仮に試験しています。 OK です。あとは配線を残すだけとなりました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。